ネプロスのラチェット NBRC3UN、 シブ1ボディに3部のギアを組み込んだアイテム。すでに絶版、古い道具です。最近はこれ使っておらず、工具箱の奥底で眠っていたので引っ張り出して使ってみました。当時気に入っていた道具です。小さなヘッドに前のめりな重心位置。その頃は普通だった36枚ギアで小気味よく回るラチェットメカにずっしりとした切り替えれば、それらを包み込む十分すぎるほどの仕上げの美しさ。今でこそ似た道具がありますが、当時はシブ1ボディに3部のヘッドというのはある種分かってる感のある道具でした。工具知ってそうな人たちは大抵持っていた系のアイテム。対トルク性能を犠牲にしてでもそのコンパクトなヘッドを求めた極端ともいえる姿勢が時代に合致したのか分かりませんが、流行った道具でした。その後この流れはシブ1工具の流行へと変遷をしていき、今も各社から3部のコンパクトヘッドのラインナップは多いですが、その人気は落ち着いたように思います。私は当時そこまで道具に興味がなく、友人に連れて行かれた江戸川のワールドインポートツールズで載せられてこれを買ったのか、ネットショップで買ったのか、1万円でわずかなお釣りが来たのだけは覚えています。その頃やたら車両ばらして組み立ててを繰り返しておりまして、疲労の低減を目的にこれを選んだと記憶しています。美しい白っぽいメッキに揺らぎのない仕上げ。日本の工業製品らしいきっちりとした美しさのある外観です。特徴を感じなくなるほどの綺麗さがむしろ特徴になっている感じ。パッと見でネプロスだとわかるデザイン。プッシュリリースへのこだわりや持ちやすいハンドル形状は現行品へも受け継がれており、もはやアイデンティティとすら言えるものへと昇華をしています。今見ても古くなく、また前衛的すぎる感もなく、素晴らしいデザインだと感じています。重量は 105g、 そこまで軽い部類ではありません。バランスポイントはこのくらい。ソケットつけますとほぼ首直近に重心が移りまして、前のめりって表すのが適当なアグレッシブな使用感となります。ギア数は36枚。今となっては粗いです。個人的には現代で使える最低限のギア数って感じ。空転は固め。ただ回ってしまえば重くは感じません。一山一山しっかりとパルスを感じるフィールです。ラチェットの音がこちらです。デジタル環境で伝わるか分かりませんが、かっこいいですね。高健産の澄み切った軽い24ギアとは違う、スナップオンの30ギアで聞く絶対的な信頼感ともまた違う、純粋な機械の音と表したくなるラチェット音です。私はこの音好きですね。切り替えレバーはしっかりと硬く、位置によっては2段階の引っかかりを感じます。ギアを回すと連動してレバーもパチパチと動きますが、意図せず切り替わってしまうことはありません。プッシュリリースの機能付き。ボタンは小さいためか出っ張っているタイプです。しかし不意に押されてソケットが外れるようなことはあまり経験をしておりません。私にとってのネプロスラチェットのイメージはまんまこの辺りの年代です。見た目は綺麗、かっちりした作りに硬質な使用感。スナップオンとは違う、スナップオンに負けない道具を本気で作っていく、そんな雰囲気を感じてました。決して今は手を抜いてるとかそういったことではなく、方向性が違ったように思うという話です。国産品に対する信仰とか応援したい気持ちが今より強かったのか、私の周りではネプロス買う人が結構いました。コレクターさんもいましたね。当時の同僚というか先輩がネプロスの木絵グリップ同じものを2本買ってきて、こっちは保存用、でもこっちもなるべく使わないんだと見せてくれた時の笑顔が今も印象に残っています。傷やへこみが許されてしまう王様スナップオンに対して、ネプロスは美しい神経質なくらいの日本品質。面の歪みはなく、へこみや出っ張りは当然なく、見た目が本当に素晴らしい。値段も若干ネプロスが安かったように記憶をしています。引っ張り出して使ってみて良い道具に思います。この仕上げからの満足感と最高のバランスは今使っていても面白いですね。性能的にはギア数から分かりますがギリギリ、さすがに送り角重度は荒く感じます。しかし使ったフィールは悪くなく、味があるというか何なのか、足りてないのにこれ以上何かを足したくないような表しにくい魅力がそこにはありました。
渋市工具と比べると剛性の高さが使っていて気持ちよいです。ソケットやエクステンションが強いためか、差し込み角が強いのか、渋市で感じるたわみがありません。強めのトルクで使っても怖さがないです。このかっちり感は非常に楽しい。反面重さは感じます。このサイズですから疲れるってことはないですが、頭側に重量がよるアグレッシブなポジションですからせかされてる感は出てきます。またたわみませんので若干のオーバートルク気味、感覚をアップデートする必要があります。渋市工具との併用というのは慣れが必要でした。言葉にするとそんなインプレでしたが、使っていてとにかく楽しかったです。ポジティブな評価となりましたが、個人的な思いが過分に入ったとも思っています。これを手に入れたのは2010年くらい。私はいろんなことがうまくいかなくなりだした初めての時期でして、その後東日本の震災もありました。厳しい時期に使っていた道具ですからいろんな思いが入ります。3割減くらいで聞いていただけるとちょうど良いとこでしょう。久々使って感慨深くはありましたが、また奥にしまいました。機能だけ見れば今となってはよくあるラチェットの一つです。時間とともに醸成される雰囲気だけでは勝てません。コンパクトヘッド系を使うのであればギアの細かい新しいものを手に入れます。空転も軽い方がいいですね。高健さんの 2725Z なんか良さそう。同じネプロスからは後継として NBRC390 が登場しています。これを使っていてもう一つ思い出したのが、以前動画のコメントでいただいた意見です。その方が言うにはやはりスナップオンは別格、古くなってヴィンテージになれる工具はスナップオンだけであるというものでした。このコメント賛同するかは置いといて記憶に残ったものでした。果たしてこのネプロスが30年経った時にどういった評価を受けることになるのか。あと15年してトータル30年、ヴィンテージとなりかっこよく見える可能性というのを私はそっと推しています。 NBRC3UN、 もう2世代前の道具っすね。今更進めないですけど骨のある製品だと感じました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。